国民民主党について頭のいい人たちが支持しているようなので、マスコミの目がかりによる支持率低下はあまりないのではと見ています。一方で頭のいい人たちの支持を獲得できず、その後の伸びはあまり期待できないのではないかと考えています。この予想についてどう思うかと、国民民主党がさらに広く支持されたのをどんな動きをすると最適か教えてください。僕、国民民主党が偏差値60以上の人しか理解できないっていう言い方をしてるんですけど、偏差値というのは大学に入るときとか高校に入るときとかの勉強の指標だというふうに思いがちなんですけど、偏差値というのは基本的には中心が50で、それから上と下にどれぐらい分散しているかっていうのに使うんですけど、僕が偏差値60と言ってるのは、国民民主党の主張が理解できる人は、有権者の15%ぐらいしかいないよねっていうことなんですよ。例えば国民民主党って政策を実現するというのをずっと重きを置いていたんですよ。なので、今回でいくと103万の壁とかっていうのとかを実現するためには、自民党に協力することもあるし、立憲民主党に協力することもあるし、連立するかもしれません。で、それはあくまで政策を実現するというのが目的で、政策を実現するという目的のための手段は自由に選びますよっていうのを前から言ってるんですよ。国民民主党の人たちは。ただ、政策を実現するが目的であり、連立を組むにしろ、組まないにしろ、それは手段であるっていうのが理解できない人は、自民党に反対しない、立憲民主党の野田代表を主犯指名の時に書かないとかで、立憲民主党の応援をしない、野党を応援しない、イコール自民党を応援しているんだ、みたいな理解をしちゃうんですよ。政策を実現するが目的ですよっていうのが理解できない人たちがいるんですよね。僕の想像なんですけど、多分人類の4割ぐらいは、人を信じるということでしか物事を理解できない人がいるんですよ。学校の先生がこう言ってるからこれは正しい。親が言ってるからこれは正しい。立憲民主党の野田さんを信じてるから、野田さんの言ってることは正しい。言ってる内容が現実的な話とか、数式に落とし込めるのかとか、じゃあ証明する論文があるのかとか、言ってる内容の真偽を判断するのではなく、誰が言ってるかだけで決める人たちっているんですよ。最近でいくと、財源は税ではない派の人たちとかいて、税金なんか取らなくても財源はいくらでも湧いてくるんだっていう人たちがいるんですけど、じゃあそれ、どういう根拠で言ってるのっていうのを聞くと、大体何々さんが言ってる。学校の先生が言ってるみたいな。いやいや、あなたが言った税は財源ではないというのが、どうして主張できるのかという論理を聞いてるのに、日経のこのサイトの中のシミュレーションを使うと見れるみたいな。別に僕日経の見たいわけじゃなくて、あなたがどういう根拠で言ってるのかを聞きたいだけなんですって言っても、なぜか誰が言ってるみたいな権威で説明をしようとするんですよ。権威で説明する人たちにはその説明が聞くんですよ。アメリカの何々大学の何々さんが言ってるから正しい。ああ、そうなんだみたいな。っていうのが多分ね、4割ぐらいのね、人口はそういう風な理解をしてるんですよね。そうそう。通貨発行権があるっていうタイプね。でもね、どの国でもね、通貨発行権はあるんですよ。ただ、その通貨発行権を出したその通貨を受け取る人がいるかどうかなんですよ。いつもジンバブエドルの話を僕ちょこちょこするんですけど、ジンバブエはジンバブエドルという通貨を発行していて、1兆ジンバブエドルでパン1個みたいなのをやったんですよ。でもそうすると、1兆ジンバブエドルでもパンしか買えないんだったら、じゃあ俺のカレーライスは200兆ジンバブエドルで売らなきゃいけないよね。でも200兆ジンバブエドルでカレーを売って、したらどんどん値段が上がってくるから、明日になったらパン買いたいと思ったら、パンが300兆円ジンバブエドルになってるみたいな、どんどん上がることがあるんですよ。で、そうならない時のために、じゃあもう外貨を使おうってなるんですよね。価格がどんどん上がっちゃうから、ジンバブエドルで取引をしてたら、価格がわけわからなくなると。なので、アメリカドルを使いましょうっていう状態になって、ジンバブエはアメリカドルが流通するようになったんですよ。で、南米でハイパーインフレを起こしているベネズエラとかウルグアイも、確か US ドルとかを使ってたんですけど、っていう感じで、通貨発行期限があったとしても、人がその通貨を受け取らなくなったら、米ドルを使うしかないんですよ。一応ウルグアイだとビットコインでも払えるみたいな、法定通貨ビットコインなんですけど、なのでハイパーインフレで潰れる国は、結局ドル建ての債券だったりとか、ユーロだけの債券だったりになるんですよね。でも日本は通貨発行権があって、円建ての債券が出せるから大丈夫なんだ。違うんです。ジンバブエドルでも債券は作れるんです。でもジンバブエドルの債券を買うやつは誰もいないんです。
だからドル建てにしなきゃいけないです。なので、日本円の債券を買う人がどんどん減ってくると、日本政府はドル建ての債券を出さざるを得なくなるんです。なので、結果として、円の国債を誰も買ってくれないと、円の債券の買い替えができないわけですよ。例えばその1兆円分の債券っていうのを、新たに1兆円分の国債を出して、じゃあこの新しい人から借りて、前の人に返すっていうのをやって、借り換えをし続けるんですよ、国債って。でもその1兆円分を返さなきゃいけないときに、もう日本円だったら誰も買いたくないよってなるんだったら、1トリリオンダラー債券というのを出して、で、それを円に変換して、それを10兆円にして、日本円の国債を買った人に返すっていうので、結果として円ではそのお金が入手できなくなって、外国通貨を使わなければいけないという状態になるので、なので通貨発行権があったとしても、通貨発行権があるから大丈夫なんだっていうのは、特に大丈夫の理由にならないんですよね。ジンバブエドルっていうのが発行していたジンバブエも残念ながらハイパーインフレになりましたって。何の話してんだっけ。玉木総理はあり得る基礎控除引き上げあり得る。ないんじゃないですかね。結局、その立憲民主党が政権交代が目的だと言ってるんですけど、立憲民主党の支持者の人たちが政権交代をするために、国民民主党は主犯指名の時に野田さんの名前を書けって言ってるんですよ。で、野田さんの名前を書けば、野田さんが一応野党が過半数なので、維新だったり共産党だったりという党が、自民党と公明党以外全ての党が野田さんの名前を書くと、野田さんが総理大臣になりますよって話なんですよ。ただ、玉木さんは、もう野田さんの名前書きません。国民民主党は玉木雄一郎と書きますって言ってるんですよ。で、そうすると、国民民主党が玉木雄一郎と書く以上は、立憲民主党は他の名前を書いたら、絶対政権交代できないんですよ。そこで野田さんの名前を書いたら過半数は取れないので、自民党になっちゃうんですよ。なので、すべての野党が玉木雄一郎という名前を書くのであれば、政権交代は可能なんですよ。僕はツイッターに立憲民主党は玉木雄一郎って主犯指名の時書いたら政権交代できるよねって書いてあるんですけど、でも玉木雄一郎に立憲が乗ったとしても、令和とか共産党とかが玉木雄一郎に乗らないじゃないか。っていうのを書く人いるんですけど、それを言い出すと、野田さんの名前書いたとしても、共産党も令和を野田さんに乗らなかったら、政権交代にならないんですよ。なので、共産党とか令和とか日本保守党とか参政党というのが、立憲だったり国民民主党のどっちかに統一するという条件があって、初めて野田さんが総理になる、玉木さんが総理になるんですけど、なぜかその立憲の人たちって、玉木総理案の時は、令和とか共産党とか乗らないって言うんですけど、それだったら野田さんの場合も乗らないんじゃないのと思うんですけどね。日本は少子化、教育、先端技術など確実に未来に経済成長のみが借り取れるものしか国債発行せず、他はプライマリーバランスをゼロにするのが正確ですよね。日本の今の経済規模成長率で日銀が国債を買い取り、金利をコントロールするのはこれ以上無理な気がすると思います。プライマリーバランスは維持できたらいいよねという願望は僕も理解できるんですけど、現時点の日本は借金を減らすというのができる状態ではないので、プライマリーバランスを改善しようって今思わない方がいいと思うんですよね。長期的には景気が良くてプライマリーバランスが戻せるのであれば、戻したりゼロにできるのであればした方がいいとは思うんですけども、ただそれを目的にして景気が悪くて手取りが少ない人たちが不幸せになるというのであると、それはそれで国として結構やばいよねということになってしまうので、基本的には国家というのは安全面で、景気がいい時だったら国家は税率をバンバン高くしてお金を貯めて、で、不景気な時は国債を出したりとかで、政府がバンバンお金を使うことによって国民にお金が回るっていう、あくまでそういうセーフティーネットとして生きるべきだと思うので、お金持ちは株価が上がって結構幸せになってるんですけど、庶民に関していくと、ゼロ貯蓄世帯ずっと増え続けてるんですよね。8月か9月だけ実質賃金上がったと思うんですけど、基本的には26ヶ月実質賃金マイナスみたいなのがあって、1ヶ月2ヶ月上がって、でも多分10月、11月、12月とか、冬に向かってまた実質賃金はプラスにならない可能性があるんじゃないかなと思っていて、っていうぐらい手取りが少ない状態なのであれば、それは僕は政府はもうちょっと予算をばらまいて、国民が幸せになる方がいいんじゃないかなと思ってるので、103万円の壁を崩すことで、7兆円税収が減りますよって言うんですけど、7兆円税収が減るということは、労働者の懐に7兆円入るってことなんですよ。労働者が本来だったら税金として払うものが7兆円分ということは、それはじゃあ7兆円分労働者の懐に残るということなんですよ。なのでそうすると労働者はその7兆円を物を買うのかもしれないし、投資をするのかもしれないし、貯金をするかもしれない。で、物を買った場合、7兆円の物が売れたら、7兆円の売り上げが立つわけですよ。本来、赤字黒字トントンで、法人税0円ですっていう会社ばっかりだとして、7兆円売り上げが上がると、結局法人税で3.5兆円取れるんですよ。
なので、まず7兆円分の消費が増えます。労働者としては7兆円分のものが買えるんですよ。車かもしれないし、食い物かもしれないし、おむつかもしれないしね。なので、働いた分給料が増えました。で、その結果、7兆円分物買いました。労働者ラッキー。で、そこで使われた7兆円というのが企業に入ります。赤字と黒字トントンだったのが7兆円入ると、利益が7兆円増えることになるので、法人税として3.5兆円取ります。でも企業としては3.5兆円の利益があるので、じゃあ配当出せるよね、かもしれないし、設備投資できるよね、かもしれないけど、お金いろいろ使いますと。なので結果として、法人税3.5兆円増えました。でも7兆円分入る分が入らなかったから、国の収入としては3.5兆円減るよね、ということにはなるんですけど、家計としては7兆円増えていて、企業の方は売上として7兆円増えて、なので合わせて14兆円のお金が動いたことになるんですよ。で、国は確かに3.5兆円減るんだけど、14兆円動いた方がよくねっていう、至極当たり前の話なんですけど、残念ながらね、これがね、偏差値60以下の人は理解できないっていう話です。はい。国民民主党の玉木さんがツイッターで書いてたのを見たんですけど、僕、国民民主党の政策というのは、偏差値60以上の人、人口で言うと15%以上の人しか分からんよねって言ってたんですけど、国民民主党ってずっと奇抜なことを言わずに、分かってもらえる人だったら分かってもらえることというのをずっと言い続けてきたんですよ、政策として。で、結果として今回国民民主党支持率が高いと言われているので、なので、国民民主党としてやってることは正しかったっていうのがあったので、そういう意味で日本人に対して、玉木さんは結構ちゃんと期待をしていて、で、結果を出しているので、やっぱり多分玉木さんの方が正しかったんだと思うんですよ。僕はバカはバカなんだから治らんでしょって思ってるんですけど、でも玉木さんは多分言い続けたら人は成長して理解できるとか、頭のいい人には伝わるっていうのを考えて、結果としてうまくいってるので、多分玉木さんの方が人としては正しい。僕は頭の悪い人に説明しようと思っても時間の無駄だからめんどくさいわっていうね、バカは治らないって考えるタイプなので、僕の方が人に対して期待をしてなくて考え方を間違ってるって人だと思いますけど、バカな人でも分かるようになるっていうね、パターンもあると思うので、はい。皆さん人類には期待してください。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。